皆様こんにちは、満別花丸です。四国メタンです。今回はワンターンで A to Z ドラゴンバスターキャノンを召喚して先行最大12妨害を構える A to Z デッキを紹介するよ。12妨害、遊戯王もとんでもない時代になったわね。最終盤面はこんな感じで A to Z と4素材アポロをセイオンズキングレギュラスが並ぶよ。パッと見はすっきりしてるけど手札の枚数が多いわね。そうなんだ。 A to Z は手札を1枚捨てることでターン1制限のない妨害効果を使えるから手札を増やすことが大切なんだ。ターンチェンジのタイミングで手札は6枚にする必要があるから相手ターンに使える A to Z の妨害は6妨害だね。 A to Z で6妨害、4素材アポローで4妨害、レギュラスで1妨害、計11妨害だよ。デュエルするっていうレベルじゃねえぞ。もう一つの最終盤面として IP マスカレーナで相手ターンに3素材アポローをリンク召喚してアグリゲーターの墓地効果を使いつつ素材のデスペラードリボルバーの効果で手札を補充する方法もあるよ。なるほど、相手ターンに手札を補充して妨害を増やすのね。 A to Z で7妨害、3素材アポローで3妨害、レギュラスで1妨害、アグリゲーターで1妨害、計12妨害を立てられるよ。なーにこれ、インチキ効果もいい加減にしろ。今回の動画の流れはまず書道カードについて説明して次に A to Z へのアクセス方法を解説するよ。その後デッキレシピを紹介して最後に実戦で展開ルートを解説するよ。それでは行ってみよう。書道カードはスクラップリサイクラーと龍剣シーグニスフェニックスプラス手札コスト1枚の計3枚。リサイクラーはスクラップラプター、化石調査、スクラップエリアからアクセスできるし、イグニスフェニックスは造園、遠征剣デュランダル、大聖剣博物館からアクセスできるから意外と安定性も高いよ。書道カードへのアクセス手段がめちゃくちゃ多いのは良いわね。どちらかが足りてない状態でも若牛から召喚権を使わずにランク4を立てれるからギヤギガントクロスかキングデンプシーを経由して書道カードを持ってこれるよ。若牛はバイクからサーチできるよ。最近マスターデュエルに追加されたカードで安定性がさらに上がったのね。次は A to Z へのアクセス方法について解説するよ。A to Z を召喚するにはフィールドに ABC、ドラゴンバスターと XYZ、ドラゴンキャノンを用意する必要があるんだけど、実は装備カードや永続魔法カード扱いでフィールド上にある場合も素材にできるんだ。なるほど、ちょっと抜け穴的な方法で素材を用意するわけね。今回は XYZ をメレオロジックアグリゲーターで墓地に送ってセイオンズキングレギュラスで装備するよ。なるほど。アグリゲーターってランク9だけどどうやってレベル9を2体用意するの？今回は生物の帯同を使ってレベル9を2体リクルートするよ。レベル9モンスターをフィールドに用意した状態で帯同を発動することでそのモンスターとは種族、属性が異なるレベル9モンスターを2体リクルートするよ。なるほど、帯同の対象先として兵国竜、トリシューラを使うのね。トリシューラはカード名が異なるモンスター3体を除外してエクストラデッキから特殊召喚できるよ。さらにクリフォートゲニウスをエクストラモンスターゾーンに用意しておくことでレギュラスをサーチすることができるよ。なるほど、帯同でモンスター2体を同時に召喚するからゲニウスの3の効果を使えるのね。ちなみに帯同は聖外の効果でサーチできるよ。 XYZ は装備カード扱いでフィールドに用意するとして ABC はどうするの？イグニスフェニックスをスクラップワイバーンの効果で破壊して龍剣士マジェスティペガサスをリクルートすることで手札コスト1枚でフィールド魔法をサーチできるよ。ここでユニオン格納庫をサーチすることで C クラッシュワイバーンをサーチできるよ。スカルデットをリンク召喚して効果で C を特殊召喚することでユニオン格納庫の効果で B バスタードレイクを装備できるよ。そのままスカルデット1体で G ランティスをリンク召喚して効果で除外すると装備されていた B が破壊されて B の効果でエイアサルトコアをサーチできるよ。
C とリサイクラーの2体でゲニウスをリンク召喚することで C の効果で A を特殊召喚できるよ。これでフィールドと墓地に ABC の3体が揃ったから ABC を召喚できるわね。それじゃあ次にデッキレシピを解説していくよ。デッキレシピはこちら。詳細は概要欄にも掲載しているよ。初動カードは赤と青のカード、プラス手札コスト1枚だよ。緑のカードは赤にも青にもなれるカードだよ。黄色は初動裏に来ると事故るカードで、水色は手札コストにはできないカードだよ。初動カードは多いけど、引きたくないカードも結構あるから60枚デッキなのね。紫色は A to Z の手札コストを稼ぐためのカードだよ。デスペラードリボルバードラゴンは墓地へ送ることで、リボルバードラゴンやグローバックドラゴンをサーチできるよ。光のジェネレイド、マルデルとマシンナーズメタルクランチは、帯同の効果で特殊召喚できるレベル9で、それぞれジェネレイドカードと機械属、地属性をサーチできるよ。それじゃあ次に実戦で展開ルートを見ていこう。デュエルスタンバイ。今回は初動カードが2種類とも引けているけど、バイクも引けているから、超ズーム射ギミックを使ったランク4展開をしていくよ。バイクの効果で若牛をサーチ。若牛をペンデュラムゾーンにセッティングし、効果を発動。ビッグ電気用デッキからセッティングしつつ、自身を特殊召喚。ビッグ電気の効果でガイアブースターをサーチし、若牛に装備。ガイアブースターの効果で自身を特殊召喚。若牛とガイアブースターでキングデンプシーをエクシーズ召喚。キングデンプシーの効果でイグニスフェニックスをサーチ。イグニスフェニックスをペンデュラムゾーンにセッティング。スクラップエリアの効果でラプターをサーチ。ラプターをペンデュラム召喚。ラプターの効果で自身を破壊し、リサイクラーをサーチ。リサイクラーを通常召喚し、効果でオライオンを墓地送り、オライオンの効果でトークンを特殊召喚。リサイクラーとトークンでワイバーンをリンク召喚。ワイバーンの効果でリサイクラーを蘇生し、そのまま破壊。ワイバーンの効果でゴーレムをリクルートし、イグニスフェニックスを破壊。イグニスフェニックスの効果でマジェスティペガサスをリクルート。マジェスティペガサスの効果で手札を1枚捨てて、ユニオン格納庫をサーチ。ユニオン格納庫の効果で C をサーチ。ゴーレムの効果でリサイクラーを蘇生し、聖骸を墓地送り。ゴーレムとリサイクラーでリーブをリンク召喚。リーブの効果で生物を継ぐものをセットし、発動。ゴーレムを蘇生し、効果でリサイクラーを蘇生。リサイクラーの効果で気候輪を墓地送り。リーブ、ワイバーン、キングデンプシー、マジェスティペガサスでスカルデットをリンク召喚。スカルデットの効果で4枚ドローし、3枚デッキに戻す。スカルデットの効果で C を特殊召喚。ユニオン格納庫の効果で C に B を装備。スカルデットで G ランティスをリンク召喚。G ランティスの効果でモンスターをすべて除外し、再度特殊召喚。リサイクラーの効果でローズニクスを墓地送り、装備していた B が破壊され、A をサーチ。リサイクラーと C でゲニウスをリンク召喚。墓地へ送られた C の効果で A を特殊召喚。ゴーレムの効果でリサイクラーを蘇生し、デスペラードを墓地送り、デスペラードの効果でブローバックドラゴンをサーチ。飛行輪の効果で聖骸を蘇生し、効果で帯同をサーチ。G アンティス、リサイクラー、聖骸を除外し、トリシューラを特殊召喚。トリシューラを対象に帯同を発動し、マルデルとメタルクランチをリクルート。マルデルの効果でジェネレイドステージをサーチ。メタルクランチの効果で持続性、機械族をサーチ。ゲニウスの効果でレギュラスをサーチ。マルデルとメタルクランチでアグリゲーターをエクシーズ召喚。アグリゲーターの効果で XYZ を墓地送り、アグリゲーターの効果で墓地のデスペラードとオライオンをエクシーズ素材に、
フィールドの A、墓地の B、C を除外して ABC を特殊召喚。トリシューラとゴーレムで IT マスカレーナをリンク召喚。墓地の XYZ を装備してレギュラスを特殊召喚。XYZ と ABC を除外して A2Z を特殊召喚。これで相手ターンにマスカレーナ、ゲニウス、アグリゲーターでアポローサを立てれば、アグリゲーターの墓地効果による妨害とデスペラードの墓地効果による手札補充ができるよう、A2Z で7妨害、アポローサで3妨害、レギュラスで1妨害、アグリゲーターで1妨害の計12妨害。やめろ、こんなのゲールじゃない。あ、相手の心が折れたわね。ありがとうございました。このデッキをまとめるとこんな感じ。まず良い点は最大12妨害の圧倒的な妨害数。最初はネタデッキとして考えてたけど、とんでもない妨害数になって普通に使えるレベルになったよ。そして何よりも A2Z をワンターンで召喚するロマン。悪い点は、怪獣や禁じられた人雫、霊王結界派など、明確な弱点があること。そして、展開がとても長くて使っていて疲れること。初動カードが多いとはいえ、自己率はそれなりに高いこと。展開中に妨害を食らうとほぼ負け確になること。このチャンネルでは今後も、PC やガジェット、遊戯王に関連する動画をアップしていく予定です。チャンネル登録やいいね、コメント、X のフォローなどをしていただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。